テレレレンベベベベベベベ。アホ子うるさい邪魔。テレビが見えないわ。埋めるわよ。あらあら、ギャラコさん楽しそうですね。アイドルバンドのライブですか？ジェシー？うん、バンドのライブ楽しいなし。シマックもレッパニャもやろうよ。やらない。また博士に迷惑かけるつもり？レッパニョからも言ってやりなさいよ。まあまあ、今日はまだ何も壊してませんからね、ギャラコさん。待たせたな諸君、ついに完成したぞ。テレビの臨場感を6000倍に増幅させる超体感型チェア、その名も六感玉島クレール 6D。 博士、うわーい、かっこいいっす。ねえねえ博士、これどうやるの？すっごい。博士のネーミングセンス、今日も綺麗すぎ。ふんふん、まあ聞きたまえ。この椅子はテレビの映像を自動的に分析した後、疑似的に超増強し、ミューモンの五感を超えた第6感まで錯覚させることで、本物のライブ会場の臨場感を体感させる究極のアトラクションマシーンなんだよ。まあ素敵。このチェアとテレビがあれば本物のライブが見られるんですね。ふん、当然だ。およ、なんか取れちった。何してるギャラコくん。あのね博士、ポチッとなしたらね、取れた。アホー、それは振動装置のリミッターだぞ。取れたで済むか。まあ、とっても元気に揺れてますね。暴れん坊さんチアなのかしら。ちょっとこれやばいんじゃないの？アホ子、またお前のせいで。こうなったら緊急退避だ。全員脱出。大丈夫だって、もう一回ポチポチポチっとな。ほらみんな無事か？ギャラコさん、ギャラコさん、魂が抜けちゃったみたいです。また毎回アホ子のせいで。博士、これってやっぱり。やれやれ、まだ不十分だということか。ボデーと意識体の定着が。あー、やっと戻れた。どうなることかと思ったよ。それはこっちのセリフよ。なんで毎回お前の巻き添え食わなきゃいけないわけ？さあさあ、お茶が入りましたよ。それではギリリさん、よろしくお願いします。おほん。ではギャラコくんでも理解できるように改めて説明しよう。君たちのボデーについてだ。博士の話長いし難しいのいいだよ。うるさい、黙れアホ子。博士の美声にアホなノイズが混ざるわ。私が開発した未来型ミディドール、それが君たちのボデーだ。うんうん、ボデーボデー。
1号、ギャラコくんの起動実験は非常に難航したが、69回目の起動実験で想定外の現象が起きた。この世界とは異なる概念世界。未だ信じがたいが、君たち曰くヘブン界とそのボデーがリンクし、君たちの意識体、つまり魂がボデーに憑依したというわけだ。簡単に言うと、意識体、魂、憑依、ボデー。だが先ほどのギャラコくんのように割と頻繁にボデーから意識体がスポポポーンと抜けてしまう。早急に解決すべき問題だ。ボデーと意識体をより定着させる手段を考えねば。やはり別方向からのアプローチを検討すべきか。いやでもあれはな、ギリリさん、今日も徹夜で研究かしら。お夜食の用意しますね。博士、後ろ姿もいい。押せる要素しかない。好き。博士、おはよう。もう朝か。だがちょうどよかった。ギャラコくん、これを弾いてみたまえ。エスプレッシーボロドクルーン。君専用に発明したベース、つまり楽器だ。楽器？かっこいい！博士が私のためにこのギターを徹夜で。無理。もう一回打点しそう。可愛くて素敵なキーボード。ギリリさん、ありがとうございます。ふんふん、ただの楽器ではない。君たちが奏でることで強い音楽エネルギーが生じ、ボデーと意識体が惹かれ合う。そして演奏後は君たちの楽器をこのドラムのスロットに差し込むことでエネルギーの循環が起こる。4つの楽器と君たちとこの物理世界とで強固な因果関係、絆が生まれる仕組みだ。つまり君たち3人の楽器が鍵、そしてこのドラムが杖の役目を持つ対の関係というわけだ。博士、すっごーかっこいい！そんで、あちしはどうしたらいいの？つまりたくさん演奏すればいいってことだ。とにかく楽器の練習をしたまえ。ありがとうございます。一生、いいえ、来世も練習し続けます。私も大切に使わせていただきますね。ねえ博士、そのドラムは？私がギター、アホコがベース、レッパニョがキーボード。ってことはドラムは？わかりました。ギリリさんがドラム担当なんですね。違う。機能上たまたまドラムの形状になっただけで、そんな意図はない。ないたらない。博士も一緒じゃなきゃつまんない。友達みんなでやったら絶対楽しいの C だよ。友達。私もギリリさんとご一緒したいです。ダメですか？博士のドラム、私が毎日磨きますから。博士だと思って。君たちがそこまで言うなら、まあ付き合ってやらなくもないかな。ちょっとだけな。ドラム嫌いじゃないし。やったーこれってバンドだよね。ええ、バンドですね。
博士と一緒にバンド。あくまでこれは実験の一環なんだからな。やれやれ、まさかこの私がバンドを組むことになるとは我ながら意外な展開だ。きっかけはあの69回目の起動実験。その日から私の研究は大きく動き始めたんだ。ここはかつて何人もの著名な科学者を輩出した名門セントミリチューセッチュ工科大学ですが、その名声も今は昔、学問そっちのけで遊びほうけるチャラサー学生のなんと多いことか。今や真剣に学問を志す入門はほんの一握り。その一人がここにいました。まったく、あのツルピカ卵学長め、次で失敗したら後はないだと。今度こそ目に物見せてやろうじゃないか。早く研究室に戻って実験の続きを。ねえねえ、今度のうちの合宿、もーちゃんも来ない？女子足りなくってさ、イケメンたくさんいるよ。イケのめオケマル行くイケマルじー。うわ、あれキリリ先輩じゃん。行こう行こう。なんかやばい実験やりまくってるんだって。オールウェイズ発情学生どもめ。ろくに学びもせず友達とキャンパスライフをイヤホイするなんてけしからん。実にけしからん。はあ、友達か。別に羨ましくなんてないからな。まったく遺憾だ。この私の天才的で革新的な研究をマットな非入門道実験扱いするなんて。だが今に見ていろ。今日こそは連中をあっと驚かせてやる。この未来型ミリドール1号でな。未来型ミリドール、それはギリリが心血を注ぎ開発している入門像入門。老いることなくずっとパートナーとして主のそばにいてくれる理想の存在。では68回目の起動実験を開始する。スイッチポチッとな。ごっくり。また失敗か。私の理論が間違っているのか。いいな、そんなはずはない。世界中の入門生態工学を研究し尽くし栄養もりもりに生成したこの1号は完璧のはずだ。あとはこのボディに意識を自我を宿らせるだけ。教えてくれ、一体何が足りないと言うんだ。はあ、答えるはずないか。ああ、空腹だ。タンパク質でも摂取するか。ガスバーナーはまずなんだこの黒焦げの物体は。目玉焼きすら満足に作れないのか私は。カップ麺の備蓄さえ切れてなければな。カップ麺はいい。誰が作っても同じ結果が出る。この再現性こそ科学だ。科学は素晴らしいはずなんだけどな。
ってなんでそんな名前なの？いっつもギリギリで生きていたいの？ギリリさん、教室でメロディシア融合発電機を作ってはいけません。何度言わせるおつもり？ギリリさん、ごめんなさい。あなたのお話はとても知的なのですけど、凡人の私たちにはちょっと。未来型ミディドールが完成すればミューモンの素晴らしいパートナーになる。他人を型にはめない、偏見も持たない、ギリギリな感じの名前をバカにしたりもしない。こんな私とだって友達になってくれるはずなんだ。なのにここにあるのは空っぽのドールと目玉焼きになり損ねたタンパク質の塊だけ。やはりこの私には無理だったのか？教えてくれ、ジョシュ君。いや、助手いないし。こうなったら手順も理論も全無視だ。装置に全部ポイしてやる。これもあれもポイ。ついでに黒焦げ目玉焼きもポイ。スイッチポチッとなだ。なんだこの異常な出力と質量変異は。まさか。ギリリは気づきませんでした。すべての音楽エネルギーを構成する原子、セイクリッドメロディシアン。彼女が装置に投入した目玉焼きに偶然、その原子が微量に含まれていたことを。瞬間的に現世の限界質量を超えるアストラルサウンドエネルギーが膨大な中略を引き起こし、ヘブン界とミディシティの間を漂っていたエンジェリーな意識体を憑依させたのです。どうなった？1号は無事なのか？動いた？成功したのか？お尻が痛いのいい。なんかアホそうだな。痛いならいいではなく愛だろ。音が合ってればいいというものではない。そういう雑な理論、私は嫌いなのだよ。なんか難しいの C だよ。頭がどうした？頭が痛むのか？今すぐ緊急メンテキットを。ギリリに突然舞い降りたキラキラな出会い。この先一体どうなることやら。これでよしっと。まったく目覚めた途端にキラキラリバースかましてくるとはな。さて君のことを聞かせてもらおうか。私はギリリ、そのボデーの開発者だ。開発？すっごい！ギリリやるじゃん！そうだろ？私はすごいんだ。だが私のことは博士と呼びたまえ。博士か。了解。いいのいい。ねえねえ、あっちはなんて言うの？いい？いや、まあいいか。そのボデーは1号。この私が発明した未来型ミディドール。記念すべき第1号だ。だが妙だな。名前はもちろんありとあらゆるデータを仕込んであるはずだが。1号？なんかダサ。
もっとかっこいいのがいい。識別にはそれで十分だろう。そんなことより問題は君のデータだ。この異常な出力は何だ？その頭上の輪は、背中の羽は、どれも私の設計にはないものだ。君は一体何者だ？私の道路に何をした？さあ答えたまえ。あっちはね、あっちはあれ誰だっけ？誰だっけって、記憶喪失だとでも言うつもりか？そうそれ、記憶喪失かっこいい。さっきの爆発、それにキラキラの影響か。何か思い出せることはないのか？あっちふわーっと明るくて高いとこからふわふわーっと博士の頭見てた気がする。まるで幽体離脱の体験談だな。非科学的な。だがもしもだ、この物質世界とは異なる概念的な世界があるとしたら、そこから意識だけがボディに憑依したのだとしたら、憑依だが、それではまるで憑依？ひょひょい？何にせよ崇高な存在ではなさそうだな。だがこれはブレイクスルーになるかもしれない。意識を生み出すのではなく宿らせるか。こんなアホアホではなく、もっと知性と気品ある意識体を呼び込めれば、今度こそまともなミディドールが。あら？博士、何するの？決まってるだろ。実験するんだ。君はそこでじっとしていたまえ。実験？楽しそう。お手伝いする。しなくていい。それは助手の仕事。君は助手ではなく研究対象だ。大丈夫だよ。できるできる。助手ならできる。やめたまえ。そのマシンはまだ調整中で触るな、危険だ。あ、折れちった。折れた！1億69万層の特殊合金フレームだぞ。そんなアホな。ごめん博士、すぐ直すね。あれ、こっちも壊れ。うわー！やめろ！危うく研究室が倒壊するところだった。君は何もするな、触るな。わかったな。すみません。ごめんなさい。もうしません。土下座なんかしても許さないぞ。謝るくらいなら最初から悪さしなければいいんだ。だって博士のお役に立ちたかったんだもん。起きたら博士がいて、あっちを作ってくれたのは博士で、だから恩返しがしたくて。君ってやつは。まあ失敗は誰にでもあることだからな。君はそこでじっとしていたまえ。できるね。はい、じっとしてます。やれやれ、ようやく2号の起動実験を始められる。なぜだ！さっきの数値と同じにならない。一体何が足りないというんだ。博士、やっぱり困ってる？既存の物理法則を超えるためのきっかけが必要なのか。とにかくもっと大胆なアプローチを。大胆？それなら私得意だよ。あれもこれもそれもポポポポーン。何か
入れてんだ。じっとしてろと言っただろう。ほんでもってぐるぐるぐるってぶん回せばなんとかなるよ。実験装置がやめろアホ。うわー、この質量限界を超える光は1号の時と同じ。2号に反応が。どうやらうまくいったようだな。よかったね博士。嬉しいのし嬉しくない。再現性のない成功など成功とは言い難い。それが科学だ。だが私だけではこの成果は成し得なかっただろう。そこは評価するよギャラコ君。ギャラコ？君の名だ。やっぱり1号では味気ないだろう。君の傍若無人で荒唐無稽な振る舞いは幼少の頃に見た怪獣映画のそれにそっくりだ。だからその怪獣の名をもじってギャラコだ。何か文句はあるかね？ギャラコか。結構気に入ったかも。今日からギャラコで行く。ありがとね博士。サンキューのキュー。サンキューの末尾は U だ。Q ではない。そんなことより2号は。茶番は終わった？説明してもらうわ。お前たちが何者かをね。なるほどね。だいたい理解したわ。未来型ミディドール。これが私の肉体というわけね。一人で私の魂の器を作り上げたことについては一定の評価をしてあげてもいいわ。なんか上から目線なやつだな。魂？器？ねえねえ、何のこと？ギャラコ君、ちょっと黙っていたまえ。君が入ると話がさらにややこしくなる。今度はこちらが質問させてもらうぞ。君たちは何者でどこから来た？魂の器とは何だ？ヘブン界。お前と私が今いる場所とは異なる上位の概念世界よ。あいにくこれ以上は言えないわ。最近はコンプライアンスとかうるさいのよ、お上がね。上位の概念世界だと？つまり君は天使だとでも言うつもりか？天使？違うわ。だよな。そんな非科学的なもの実在するわけがない。いや、私打点してるから。はあ、つまり打天使だと。別に大したことじゃないけど打点してる方の天使なだけ。それが何か？もう結構だ。あとは自分で調べさせてもらう。は？何をするつもりなの？実験に決まっているだろう。3号を起動させて意識体が憑依する時のデータを検証する。そしてそのヘブン界とやらを直接観測する方法を見つけてやる。ただのミューモンのお前にそんなことできるはずないわ。やめておきなさい。できるはずがない。そう言われて引き下がるとでも？いいなだ。不可能を可能にし世界の真理を解き明かす。そのためなら自分の魂を差し出したっていい。それが科学者というものだ。
してストイックで貪欲なその姿勢、クールな態度の裏に秘めたひたむきな情熱、まん丸の角先、キュッと締まった耳の付け根、物憂げな青い瞳にスレンダーな尻尾、そしてツルツルの肩とごついメカアームのギャップ。無理、眩しすぎて直視できないよ。どうったの？お腹すいた？そもそも打点して虚空をさまよってた私の魂を現世に降臨させるなんて力技、お上にしかできないはず。それをたった一人で成し遂げるなんて、押せる要素しかない。もうやだ、絶対無理。打点しそう。打点しそうってさっき打点師って言ってなかったか？キリリ博士、さっきは生意気言ってごめんなさい。私にも研究のお手伝いをさせてください。私、博士のためならもう一回打点してもいい。いや、したい。どうしたんだ急に。協力的なのはありがたいが。そっか、一緒に実験したかったんだね。オッケーオッケー、一緒にやろう。は？博士、さっきからちょろちょろと目障りなこのアホアホ面は一体？ああ、彼女はギャラコ君、未来型ミディドール1号で一応私の助手だ。こいつが助手？しかも1号？で、私が2号。まあいいわ、お気にじゃなさそうだし。推し始めた時期の差なんて些細なこと。大事なのは推しへの思いを貫き通す覚悟、つまり推し合い。実験楽しいよ。早くやろうよ。は？にわか発言やめてくれる？博士の研究は遊びじゃないの。素人は引っ込んでて。なんで？一緒に助手やろうよ、助手集。おーい、早く実験始めるぞ。ダメか。ギャラコ君がむちゃくちゃやった時はうまくいったのに、なぜだ？泣いてる。どうした？まさかボデーに不調が？いえ、違うんです。博士は常に最高です。何の役にも立てない自分が悔しくて。どったのかな。バナナあげたら元気出るかな。ねえ博士、慰めてあげようよ。無茶を言わないでくれ。他人の慰め方なんて私は知らない。あ、いいこと考えた。ちょっと耳貸して。コショコショパシャパシャ。何？そんなことでいいのか？まあやってみるか。ほんほん。元気を出したまえ。シマックくん。シマック？君の名だ。私の助手になるなら名前は必要だろ。私が博士の正式な第一助手に？それってつまりお気にってこと？そもそも失敗は成功の母という。失敗により蓄積されたデータは無駄ではない。ありがとうございます、キリリ博士。一生押させてください。私押し続けますから。推し？よくわからないが元気にはなったようだな。よかったね、シマック。あちしの考えた名前気に入った？
推しに命名してもらえるなんて最高すぎ。打点して本当によかった。今なんて？名前シマックってあちしが考えたの。なんかシマックって感じだからシマック。絶対に許さない。踏みにじったよ、私の博士への教し合いを。博士、私に名前を、本当の名前をください。アホにアホな理由でアホ命名されたくありません。いいじゃんシマック。シマックマックシママック好き。うるさい、黙れアホくん。羽ごと鎖で縛って今すぐ奈落の底に沈めてやるわ。やっぱダメだこいつら。せめて3号だけはまともなドールにしないと。やったぞ。再試行39回目にしてついに質量限界を超える光が発生した。やっぱボカーンって叩いてよかったね。あっちしすごい。は？調子に乗らないでアホ子。すごいのは博士であってお前じゃないから。目を覚ますぞ3号が。おはようございます。あらあらあら、かわいい。ギュッしてもいいですか？やめたまえ。こいつまともな方の天使？博士のお気にの座は絶対に譲らないから。お腹すいた。なんか食べようよ。あらあら、とりあえず朝ごはんにしましょうか。目玉焼き作りますね。いただきます。ねえねえ、レッパニャも一緒に博士の助手やろうよ。レッパニャ？君の名だろ。ギャラコくんがまた勝手に考えたんだ。あ、誰か塩取って。わかりました。では私レッパニャです。これからよろしくお願いします。はい、お塩。ちょっと言っておくけど、私同担拒否だから。押すなら博士以外にして。シマックさん、何よ。大好きなギリリさんのためにいっぱい頑張ってるんですね。いい子いい子。うわ！ちょっと気安く撫でないでよ。なんなのこいつ、心にグイグイ入り込んでくる。けどなんで抗えない。こんなとこ博士に見られたら嫌われちゃうかも。いや、いいなあ。あっちもなでなでして。いいですよ、いらっしゃい。いい子いい子。素敵なお名前もありがとうございます。うわあ、気持ちいいのいいんだよ。シマックくんとギャラコくんがあっさり怪獣された。もしやこれが噂に聞くママミというやつか。ギリリさんもどうぞ。お膝空いてますよ。まるで悪魔のささやきだ。
だが私は誘惑に屈しておぎゃったりしないぞ。あらあら、大丈夫ですよ。悪魔じゃなくて私天使ですから。ふん、平分界だったか。我々のいる場所とは異なる上位の概念世界。そんな話すんなり信じられるものか。少なくとも学会の石頭どもが絶対に認めないだろうな。いつもそうだ。私がどんな成果を上げようと世間のやつらは私を認めない。そう、いつも。博士？認めてもらわなくちゃダメですか？なんだと？世間の皆さんに認められることがそんなに大事なことなのかなって。君に何がわかる？私がこれまでたった一人でどんな気持ちでいたか。どんな気持ちだったんですか？それはずっと一人ぼっちで、私は発明しか能がないから研究にだけ打ち込んできて。不思議だ。私はなんでこんなこっぱずかしいことをベラベラ話してるんだ。レッパニョ君の力なのか。すごく頑張ってきたんですね。なら少し楽になってもいいと思いますよ。これからは私たちがそばにいますし、ずっと頑張るだけじゃ誰だって疲れちゃいますもの。一緒にいてくれなんて私は頼んでない。お友達ができるのは嫌ですか？嫌じゃないけど、私は変なやつなんだ。面白いことも言えないし流行もわからない。変なやつ好きですよ。これからたくさん面白いことを話しましょう。流行は私もわかりませんけど、ギャラコさんとシマックさんもいますから多分大丈夫。ギリリさんはギリリさんのままでいいと思います。ほら、いらっしゃい。私なんかでいいのか。本当はずっと友達が欲しかったんだよ。あら星が尊すぎて苦しい。よかったね、博士。よかったよ。屈辱だ。助手の前であんなダメダメな醜態を晒すなんて。ダメダメなギリリさんも素敵だと思いますよ。やめたまえ。これ以上君に甘やかされたらどんどんダメミューモンに落ちていく気がする。私が先に博士の悩みを聞いてあげたかったのに。これからはあちしたちが博士の友達になってあげる。友達のティー。博士と友達？いきなり友達とか距離感近すぎ。親族から始めてみるとか。友達？まあどのみち君たちを手放すつもりはない。未来型ミリドールの貴重な成功体であり、私の大事な助手だからな。どうやら実験は成功のようだ。博士、実験成功おめでとうございます。
楽しい実験もっともっといっぱいしようね博士。ああ、まずはデータ検証からだな。ヘブン界とそこからやってきた意識体について、それと友達と仲良くなる方法について。こうしてギリリに3人の不思議な友達ができたのでした。無事にキャンパスライフをイヤホイできるのか、それはまた次のお話。